はい、大分県からお送りいたしております文高ワークスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ということでですね、今回はこちら、僕のねチャンネル見てくださってる方は分かると思うんですけども、鈴木ソリは私の愛車ですね。で、車検の、タイミングだったんですけど、でちょうどね CVT の不良というか、変速しないっていう症状がね、現れ出したので、一応故障コードね読み取って定番のセカンダリー圧センサーっていうのがね出てないかなと思って見たんですけど、それは出てなかったですね。ただねその可能性がね非常に高いので、オイルパンを開けてね CVT のオイルパンを開けてセカンダリー圧センサーをちょっと交換してみようかなと思ってます。はい、ということでね、最後までご視聴よろしくお願いします。はい。でね、現在の走行距離なんですけども、27万3314キロと。で、前回 CVT フルードをね、交換した動画を上げた時のが、約1年前で、距離がですね、25万7000キロぐらいだったんですよね。ということで、1万5000キロぐらいそこから走っているということですね。フルードの状態も見れますし、で、セカンダリー圧センサーを交換することによって、走りがね、どう変わるのか、改善されるのかってたところが、ちょっとね、興味があるところです。はい、それでは作業やっていきます。はい、でね、今回交換する部品たちです。で、今回このセカンダリー圧センサー、スズキのね、品番、見せます。このスズキのセカンダリー圧センサーと、で、オイルパン、ガスケット、オイルパンをね、開けるんで、ガスケット交換必要で、これに関してはね、スズキではね、出ないんですよね、スズキは。なので、同じミッションが載ってる日産のこの品番。これでね、取りました。で、セカンダリー圧センサーっていうのは、セカンダリープーリー、駆動側ですね、回される方、こっちの、油圧ラインの圧力を検出して、それで調整するっていう、その、大元の基準ですね、らしいのですが、こういった形のセンサー、油圧センサーみたいな感じですね。これが割とね、悪くなる、定番で悪くなるということで、以前はこれ単体供給されてなくて、コントロールバルブボディ、圧線になってたらしいんですけど、今はなんか供給されるらしいです。なので、これをね、変えてワンチャン治れば、ラッキーっていうところですね。もうこれで治らなかったらコントロールバルブボディ圧線か、で、場合によってはなかったりもしますね。コントロールバルブボディも出ないとか。そうなると今度もうミッション丸ごとっていうね、そういう話になってきます。そうなるとね、買い替えのタイミングなのかなって気もするんですけど、僕は目指せ30万キロなんで、なんとかね、これで改善されてほしいなと思ってます。はい、それでは交換していきます。はい、毎度おなじみの作業なんで、ちょっとね、要所要所ピックアップして撮影したいと思います。まず、抜くところを、どんなもんなのか、1万5000キロ、前回全量交換したのかな、確かちょっと覚えてないですけど、それでどのくらいね、汚れてるのかっていうのを、ちょっと、それは見ましょうか。はい。で、抜くときにもう、湯量調整がめんどくさいので、抜いた量がわかるように、ちゃんと受け皿を置いて、それにね、入れて、後で測りたいと思います。さて。よっ。汚いですね、やっぱ。汚れてるは汚れてるな。あとオイルパンの中の、鉄粉のつき具合とか、その辺、みたいですね。で、今回バルブボディフィルターは交換しません。はい。はい、外したオイルパンのマグネットの、鉄粉のつき具合ですね。前回はちゃんと取ったんですが、バリバリついてますね。だコントロールバルブボディを掃除してないんで、そこからの分かもしれないし、ちょっとね、なんとも言えないですけども、そしてストレーナー側ですね。ちょっとウエスでこう、拭き取ってみると、やはり、鉄粉が付着しております。はい、じゃあ外していきます。はい、ストレーナーを取り外しましたので、このコントロールバルブボディ本体を外さないといけないんですけども、まずね、この、こいつ、セレクトレバーの根元のこのナット、これを外し
でそれからこのうじゃ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 ねあるボルトの中の、本物、要するにコントロールバルブボディを止めてるボルトだけを外します。そうするとね外れてきて、で今度そしたら奥にね配線があるんで、そのカプラー外したらスポッて抜ける感じですね。でその裏側にセカンダリー圧センサーがありますので、外していきます。まずこいつですね。割と硬かったですね。よし、そしてこいつですね。よし。はい、こちらがねコントロールバルブボディの、裏側ですね。要は向こう上側で、前回ねワゴン R スティングレイを同じ作業したんですけども、その際はこのカプラー、ここのねカプラーがもう一個ね、中でカプラーでね切り離せるようになってたんですけど、どうもタイプが違うみたいで、これはねこのままミッション外まで突き抜けて、で上でねミッション外でカプラーでつながってるので、先にそのカプラーを外さないと抜けませんでしたね。で一応スティングレイの動画見た方はね分かると思うんですけど、これがセカンダリー圧センサーです。なのでこの、緑色のカプラー、こいつを抜いてこれを交換します。でただねこれがねかなり薄口のソケットじゃないと取れないので、前回スティングレイの時に加工してね、普通のソケットを加工して薄口を作ってます。それで外していきたいと思います。これで薄口でねカップラーもあるんで、ちょっとこうかかりが浅いです。これも邪魔だな。前回も外したのかな。こいつも邪魔ですね。そしてこれがずれればこんなもんかな。はい、緩めました。よし。見てもね何が何だか分かんないんですけども、これを交換していきます。はい、ということでねトランスミッションケースの、洗浄とコントロールバルブボディ本体の洗浄が完了しました。やっぱりね洗浄した後の油はね黒い鉄粉みたいなのも混じっておりました。そしてオイルパンとストレーナー、ボルト類ですね。で組み付けはちょっと割愛させていただいて、試乗にね、行きたいと思います。はい、ということでね、作業も終わったんで試乗に行きたいと思います。ちょっとねあいにくの雨なんですけども、さあどのように変わるのか。フル加速してね上り坂、途半車線なんかをねこう登っていくときに、要はエンジン回転上がりますよね。エンジン回転が上がって、5000回転とかね、引っ張るとそういう感じで上がっていくと思うんですけど、それがですねアクセルオフにしてもね戻らないというか、もうずっとねローに入ったような感じです。でちょっとねその時焦ったんですけど、焦ってで一応信号待ちで一回エンジンを止めてみてかけ直したら治ったっていうかね復活したんですけど、それがねそのセカンダリー圧センサーのせいなのかどうなのかっていうね、今のところ引っかかりもなくねスムーズに、走れてますね。ちょっと広い道に出て、加速できるところがあったらちょっと加速してみたいと思います。じゃあねここを曲がったらアクセルをちょっと踏み込み気味の感じでいきたいと思います。違いますね。だいぶ違います。以前はアクセルを踏んだことに対して反応が鈍いというか、力をね感じなかったんですけど、今実際踏み込んでみるとアクセルにね、物理的な抵抗はないんですけど、こうグッとね前に押す力が出て、で引っかかりがね
まあ、不具合というか、まあ、要するに特性ずれですかね。油圧センサーなんで、与えられたね、油圧に対して電圧とかね、抵抗値が変化するんだと思うんですけど、まあ、その特性がこうずれることによって、まあ、狙ったね、情報が送れなくて、まあ、変速点が変わったりとか、そういうのでギクシャクするんじゃないかなって思います。で、本当前はね、それだけの単体供給が出なくて、コントロールバルブボディ8000でもう10万超えみたいなね、その部品だけで。で、今は逆にコントロールバルブボディが出ない車種もありまして、出なくて、その、セカンダリアセンサーだけ出るっていうね、パターンがありましたね。でもそれがダメならもうね、それで改善されないならもうミッション丸ごとみたいな話になってくるんで、まあ、そうなるとね、もう何十万の世界になるんで、もう車をね、もう買い替えかなみたいな、潮時かなみたいな話にはなってくると思うんですけど、まあ我が愛車も27万3317キロ、これを、まあ、30万、あとまあでも言っても 2万7000キロぐらいか、まあ、あっという間に行きそうですけどね。1年でだから1年前にこの CVT フルド交換の動画を出した時が25万1万5000キロぐらい手前だったんで、まあ、1年間で1万5000キロとすると、まあ来年1年後2年後待たないうちに30万キロ到達するんじゃないかなと思います。なんか変なね音もないですし、こうなんか安心感ありますよね。このスズキの CVT 不変速機付き CVT チャドコのねやつは、まあ、いろんなね車種にね、ハスラーだったりワゴン R だったりパレットだったりね、まあ日産でいうと OEM のデイズループとか、まあ、あの辺にね採用されてるんで、まあこういったことでね治るんであればやってみるのもね一つ手かなとは思います。まあ結構、まあ、劇的な変化って言ってもいいかもしれないですね。結構焦りますからね、変速しなかったりとか、変速がおかしいと。はい、さて帰りたいと思います。はい、ということでね、今回は、マイカーのスズキトリオ MA15S の方の、ジャドコセーフ変速付き CVT のセカンダリアセンサーを交換して、試乗チェックしていました。で、実際ね、乗ってみるとかなり違いがね分かりました。こんなに、ね、変わるとは思ってなかったですね。まあ、いかに調子が悪い状態でこう運転してたのかっていうのがね分かりましたね。なんかこうやっぱアクセルに対するレスポンスとかダイレクト感と、あとまあなんかこうトルクが増えたようなね、スムーズに加速している分でそのトルクを感じるのか分からないですけども、なんかこうアクセルにちょっと反応をね、手応えを感じるみたいな、ね、状態になりました。ということで、まあ、27万キロを超えましたけれども、30万キロもね、余裕でいけるんじゃないかなと思ってます。まあ、40万キロはちょっとね、難しいかもしれないですけど、まあ、今までね、大きな故障もないんで、まあ、エアコンのコンプレッサーを変えたぐらいかな。エンジン、ミッション、まあ、イグニッションコイルも変えましたね、この前。予防ということでイグニッションコイル変えましたけど、まあ、大きな故障は今のところありませんので、まあ、壊れるとしたらミッションかエンジンかなと。でまあ、エンジンもね、定期的にオイル交換、エレメント交換してますし、ミッションもね、こんな感じでメンテナンスしてるんで、まあ、30万キロは行って、次、もし40万キロいけるかもしれません。まあ、ちょっとだいぶ乗り飽きてるんですけど、はい、ということで、今回の動画はこれで以上になります。よかったら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。さよなら。